皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。触媒有効係数は原則的に0と1の間の値を取ります。しかしそれが1以上になることがあります。もしこれが現実的に生じるならば、物質生産において大きな利益をもたらします。今回はそんな触媒有効係数が1以上になる場合についてお話しします。前回の動画第5章5の4と同じように、酵素が固体単体の表面に均一に固定化されている表面固定化酵素を例とします。今回は拡散抵抗に加え、単体と基質が電荷を持つことによる静電的相互作用も存在する場合を考えます。基質の強膜内拡散速度と単体表面での酵素反応速度が等しいとき、すなわちシステムが定常状態にあるとき、磁式が成り立ちます。ここで式中の記号の意味は次の通りです。M とラムダの詳細は以前の動画第5章5の3を視聴してください。効率よく式を導くため、いつものように無次元変数と無次元パラメータを定義し、1式を無次元化すると2式を得ます。2式において単体表面における無次元基質濃度 βi、すなわち単体表面における基質濃度 Si は測定できません。このため2式を βi について解き、3式を設定します。本式において混合の前のプラスを持つ式だけが物理的に意味のある解なので、以降はこれについてのみ考えます。3式を2式の反応速度式へ代入します。これにより単体表面における無次元反応速度 πAi は実測可能な液本体における無次元基質濃度 βb、 すなわち液本体における基質濃度 Sb の関数として4式で表されます。本式は拡散効果と静電効果が存在する場合の速度式です。一方、静電効果と拡散効果のどちらも無視できる場合、反応速度は5式で与えられます。これを無次元化すると6式となります。ここでは無次元変数を新たに定義しました。第1章1の19で述べたように、触媒有効係数 EF は拡散のような現象も含めた実際の反応速度 VAI を反応以外の現象を除外した仮想的な反応速度 VAB で割った値です。この定義によれば、本反応系の触媒有効係数は7式で与えられます。7式はモジュラス φe、 液本体の無次元基質濃度 βb、 無次元表面電位
ラムダの3つの無次元パラメータの関数です。そこで βb を1、すなわち基質濃度が Km に等しい値に固定し、さまざまなラムダの値に対して EF と φE の関係を計算しました。その結果を図に示します。これより次のことが明らかです。1、EF は φE の増加とともに減少する。これは φE の定義から明らかです。例えば KL の値が小さいほど φE は大きくなります。KL の値が小さくなると、基質が胸膜内を拡散する速度が小さくなり、触媒が利用されにくくなります。2、ラムダが正であるとき、すなわち単体または酵素と基質の電荷が同符号であるとき、EF は1よりも小さな値を取る。この場合、ラムダの値が大きいほど EF の最大値は小さくなる。これはラムダが正であるとき、単体と基質の間に反発力が働くため、基質が単体表面に到達するのに時間がかかり、酵素が利用されにくくなることによります。3、ラムダが負であるとき、すなわち単体または酵素と基質の電荷が異符号であるとき、EF は φE の小さな領域で1よりも大きな値を取る。この場合、ラムダの絶対値が大きいほど EF の最大値は大きくなる。ラムダが負であるとき、単体と基質の間に引力が作用するため、基質が単体により引き寄せられ、単体表面に到達する時間が短くなります。これにより酵素が利用されにくくなります。触媒有効係数を使った実際の反応の速度式はQ式で与えられます。ラムダが負のとき、φE の小さな領域で EF は1よりも大きな値を取りましたね。これは反応速度 VAI が酵素の本来の反応速度よりも大きくなることを示唆しています。これが本当であれば、物質生産が向上することになります。興味深いですね。数式モデリング、すなわち理論によれば、実験を行う前にこのような予測が可能となります。実際にそうなるかは実験を行ってみなければ分かりません。また、最初に実験を行い、理解しがたい現象が観測されたとき、これが真実であるかを数式モデリングにより理論的に確かめるという順番で検証することもあります。私はこれまでの研究においてどちらの順番でも検証を行ったことがあります。いずれにせよ、これには数式モデリングに習熟していなければなりません。本日のお話はこれで終わりです。
それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。